こんにちは、おもよです。こんにちは。はい、今日はね、サナトクマラのお話なんですけれども、ご存知の方も多いと思うんですけれども、サナトクマラからエネルギーをもらってお申し込みいただいた方にエネルギーをお渡しするっていうセレモニーのために日本に行ってきました。で、そのセレモニーに関するお話はその申し込みいただいた方にね、メールでねサナトクマラからのメッセージとかもお送りしたんですけれど、やっぱり実際直接あの場所でつながってみて、彼らの真の目的、真の意図みたいなのがすごくよく見えたんですよね。今日はそのサナトクマラの計画、彼の意図について私がもらってきたメッセージ、そもそも私セレモニーに出かけるじゃないですか。これは十数年前から始まったんですけど、その呼ばれた場所っていうのがあって、突然呼ばれるんですけど、必ず呼ばれるとそこに行かなきゃいけないんですね。これがなんか不思議ではあるんですけど、行くまではなぜ呼ばれているかっていうのはわからないんですけど、行くと必ずなんで呼ばれたのかなっていう意味がわかるようになってるんです。で、鞍馬寺はやっぱり素敵でした。エネルギーに結界が張られていて、だからあれだけ高い波動のエネルギーを保つことができるんだなっていうのと、あれだけたくさんの人が訪れる場所であってもその高い波動を保てるようになってるのはあの結界のおかげなんだみたいな、そういうその鞍馬寺の作りみたいなのも今回はゆっくりちょっと見ることができたりして、やっぱり私たちは本当に宇宙にっていうか宇宙人によって生かされてるよねっていうことなんです。もちろんこの地球に生まれて私たちは人間っていう風に呼ばれる生き物ですけど、もちろん私たちも宇宙人で、彼らとも本当に何も変わらないんですけれども、今存在する次元が違います。違いがあるとするならばそれですね。で、サナトクマラって、この地球上の人間の意識を上昇させる意識担当みたいな存在だと思うんですよ。要するにアセンション担当ってことなんじゃないかなっていうのを、やっぱりその自分に与えられた仕事とかを見ててもそんな風に思う。で、その彼の、今回もうほんとじっくりあの場所でつながって思ったのって、例えば私めちゃくちゃエネルギーをもういろんな人に渡しまくるわけですよね。もうセミナーやったりコースやったりで、時々私自分でもうなんでこんなに人にエネルギー投げるのかなっていうぐらい光の球を永遠に投げ続けている感じがするんですけれども、これをやる彼の意図っていうのは人にエネルギーを渡してみて、この人がこのね、高い波動のエネルギーなんですけど、このエネルギーを使って変容していけるかどうかっていうのを見ている。つまりはエネルギー投げてもそのエネルギーを使って変容することができない人っていうのもいなくはないんですよ。で、その変容するスピードとかっていうのも多少はあるらしいんですけど、やっぱりその光を投げてみてちゃんと目覚めていかれる人っていうのを探していて、でその人たちがアセンションすることができるっていうことで、この話はどこかで聞いたことある人もいると思うんですよね。アセンションの話っていろんなところに出ているから、それは大まかそういう話なんですけど、アセンションってその今世の話なのかなというふうに思う方も多いと思うんですけど、今回すごいつながって思ったその彼の意図っていうのは次回の話でもあるということなんですね。次に生まれ変わる時に別の星に生まれ変われる人をもうすでに住み分けみたいな、そういう作業に入ってる。私に降りてきたメッセージっていうのはもうとにかくもう本当にその体力的にもいろんなことで大変かもしれないけれど、後ろを振り向かずにどんな時も人にその光の玉を投げ続けなさいと
光の球をとにかく投げ続けなさい。その投げてみないとその人がその光を使って変容できるかどうかっていうのはどうやらわからないらしいんですよ。なんかこう見えた映像としてはすごい科学的な感じがするんですけど、なんかこうエネルギーを投げるじゃない、その人に。この人がちゃんと化学反応を起こすかどうかっていうのを見ているみたいな、そういう感じだったんです。エネルギーね受けて体感がないんですって言って、すごくその体感にこだわる人ってめちゃくちゃ多くて、自分がエネルギーを受けたかどうかっていうのが体感でしかその目印がないからっていう風に思うからなのかもしれないですけど、エネルギーワーカーとしては体感っていうのはあった方がいいのかもしれないけど、見なきゃいけないのはそこじゃなくて、実際に次の日自分の感覚がどう変わっているか、考え方とかがクリアになってないかとか、気づいていかなきゃいけない自分の中にある変容ってたくさんあるわけなんですよ。だから目を向けなきゃいけないのはそこなんですけど、だからそのエネルギーを受けたっていう体感があっても、それを使って変容していけない人っていうのももちろんいなくはないので、どっちかっていうと自分がちゃんとその何か変わっているかどうかっていうのをチェックした方がいいんですけど、エネルギーを受けてじゃあ変容している人の特徴をじゃあ分かりやすく今日は挙げておきます。一番最初に、例えばエネルギーを前の日の夜に受けました。一番何か変わっているんじゃないかって思うのが、朝起きた時の目覚めの感覚ですね。なんかすごくクリアに目覚める。なんか皆さん朝の目覚めっていろいろあると思うんですけど、なんか起きたくないなとかじゃなくて、なんかこうやったー朝だみたいな、なんかもう気持ちがすでに明るいっていうのが、変容の始まりの一つで、次に皆さんがやることとしたらこう朝食を食べたりするんですけど、その朝食がとても美味しい。これも変容の兆しですね。で、その後一日が始まるんですけれども、なぜか何も気にならない。今まで気になっていた、なんだろう、例えば満員電車の中に入った時になんか、隣に座る人の匂いが気になるとか、いっかみたいな、暑いしその匂う人もいるよねみたいな感じで、こう自然と流せるようになる。自然とこういろんな人のいろんな特徴をなぜか愛せるようになっている。なんかいいね、それもいいね。今まで絶対許せなかったこととかも、そういうこともあるよね、大丈夫大丈夫みたいなことを言う自分になっている。要するにこう受け入れ、人を受け入れるキャパシティが広がっている。これが一番の大きなこう変容の兆しで、なんかこうほんと数日とか数週間とか経って気がついたら、そういえば私最近自分に優しいかもみたいな、今までこういう自分がダメだ、ああいう自分がダメだとかいろいろあったけど、なんかそういえば最近結構いろんな自分のことをなんかこう流せてるというか、いやこれも自分の特徴の一個だよねみたいな感じで、そうこの症状っていうのは最初は人から始まることが多いんですよね。その電車の中のおじさんの匂いかなんかがなんか許せるようになったっていうところから始まるかもしれないんですけど、だんだんそう日が経つにつれて気がつくと自分のことをめちゃくちゃ愛せるようになってる。なんか愛してやまないみたいなところまで行くにはちょっとかなり変容を繰り返す必要があるんですけれども、要するにそのサナトクマラっていうのはそのきっかけとなるエネルギー玉っていうのを私に下ろして、それを私がこういろんな人にお届けする。でも皆さん大丈夫ですよ。なんか心配しなくても。こうエネルギーって投げた時にそもそも受け取ってくれない人っていうのもいたりするんですよ。って思うじゃないですか。でもう投げたのに受け取ってもらえないとなんかすっごいしょんぼりするんですよ。それをこう人にお届けするのって多分工事の存在もすごい大変だし、私の肉体的にもその今肉体ってこう3次元にあるんだけど、その3次元じゃない次元のものを自分の体に下ろすんで、こうちょっと消耗が始まるんですけど、それは受け取ってもらえるって思ってるから頑張れるんだけど、返された時にこのなんかただただ消耗だけが残るわけじゃないですか。
でそれでなんかこう私もしょんぼり、宇宙人の仲間たちもしょんぼりみたいな感じなのね。このチャンネル見てくださってる方とか、もちろんセレモニーに来てくださる方なんかはもうバッチリその体感がないとかっていう心配だけの話で、今の変容の特徴を聞くと私だってなるわけじゃないですか。だから大丈夫なんですけど、サナトクマラの意図としてはそのエネルギーを使って化学反応みたいな感じに変容をちゃんと起こせる人っていうのを探していて、そのために私はその光を投げる役割、そういった意味ではもう YouTube なんかもうどんどんやってくれみたいな感じのメッセージの折り方でした。YouTube って流れていくじゃないですか、ネットを通して、光も流れていくので、でそれでその反応を見ているみたいな感じで、なんか改めてねはっきり聞くとそうだったそうだったって皆さんもなるじゃないですか。私もなりました。そうだった、だから私この仕事してんだった、そうだったそうだったって、やっぱり直接メッセージをもらえると嬉しくなる感じではあったんですけれど、だから光を投げる大変だけど頑張ろうみたいな気持ちもまたもらえたんですけど、その今世だけじゃなくて次回、どこに生まれ変わらせるかっていうのの、識別っていうかクラス分けみたいなのが始まっていて、その変容の度合いっていうか具合っていうか、そういうなんかレベルを測るねマシンみたいなのを持っているんでしょうね、彼ら。皆さんがどれぐらいちゃんと変容していってるかっていうのも綺麗にクリアに見えているそうなんですけれども、なんかそれによってね、次回どこに生まれるか、別の次元に生まれられるのかみたいな、またこの地球のような低めの次元なのかとかっていう住み分けみたいなのをやっているから、光を下ろしているんだよっていうことを言ってました。はい、今日の動画が役に立ったと思う方はぜひビッグいいね、チャンネル登録もお願いします。また会いましょう。バイバイ。